有責配偶者は申請できない。家はないけれど、月給が50万円の人を比較的働かずに遊んでる人に有利なわけです。こんにちは、普通の人です。婚姻費用と検索すると一番上に出てくる検索ワード、婚姻費用を支払わないです。私と同じ気持ちを持つ方が多いです。検索する皆さんがひどく不満に思っていることが多いようですね。今日は婚姻費用について少し話したいと思い、イラストではなく実際の私の部屋でこの動画を作ります。前回算定表に従ってあなたの手取りの3分の1を支払えっていうなるの話がありましたよね。算定表は財産とは関係なく純粋な収入だけに基づきます。5000万円の家持ちでも月給が15万円の人と家はないけれど月給が50万円の人を比較した場合、後者が婚姻費用をはるかに多く負担する法律です。ただし、離婚時には財産分与のプロセスが別途存在するため、5000万円の家を持つ人が結婚後にその家を手に入れた場合、財産の半分を配偶者に分ける必要があります。ただし、婚姻費用では財産は考慮されません。婚姻費用は純粋に収入だけで決定されます。ちなみに私は家や不動産といった財産は全くありません。私が収入が800万だとすると、手取りは520万。月収は43万程度ですが、婚姻費用の算定表では、税金を払う前の年収に基づきます。相手の収入がない場合に、相手に支払うべき金額は12万から14万で、相手の収入が年200万であれば、10万円から12万円、400万円であれば、6から8万円となります。このように相手の収入と私の収入を算定表に当てはめ、算定表を基準に婚姻費用が決まるわけです。しかし、婚姻費用は有責配偶者は申請できないという特例も存在しますが、この特例は不倫、暴力事実も実際の現場写真や映像で証明することができなければ、ほぼ認められないです。その理由は貧困に苦しんでいる人を早急に救うために、とりあえず支払わせるからというのです。なぜこんな時だけ法律が正義ぶるのか理解できませんが、結論から言いますと、育児する子供がいなければ、婚姻費用のシステムは片方の配偶者に比べ、比較的働かずに遊んでる人に有利なわけです。ほとんどの人たちから、あんた子供もいないのになぜ健康な人に生活費を支払わなければならないのとよく言われます。子供の有無は養育費に関わっています。婚姻費用は婚姻している状態の場合、収入の多い方が片方を扶養する法律ですから。子供がいる場合はどうするかっていうと、婚姻費用の調停の後、別途養育費調停をします。私の場合は養育する子供がいないので、時間だけは稼げたのではと思うかもしれませんが、そうでもないのが、ほとんどの調停は合体して進行するからです。私も2回目の婚姻費用調停からは、離婚調停と合体して進めました。離婚期日に裁判所に行くと、相手方待合室と申し立て人待合室が分かれています。申し立てになるは申し立て人待合室、私は相手方待合室で待機するのですが、私がいた待合室には男性ばっかりでした。座ってると他の人の視線をすごい感じました。なんで女性がここにいるのかみたいな。今日は婚姻費用の金額がどのように決まるかについてお話ししました。ちなみに質問してくれた方がいたのでおまけでお話しします。婚姻費用は韓国の方にも生活費扶養法として同様に存在します。金額の算出は日本とは異なる算定表を基準に行われるとのことです。
韓国籍の夫婦が日本に住んでいる場合の婚姻費用に関しては、日本の算定法を基準にし、離婚訴訟においては韓国法に従います。離婚に関しては裁判所が判断を下すと、韓国の裁判所に海外送達を行い、韓国ではすでに判決が下された審判結果に従って離婚処理をする仕組みです。それではまた次回お会いしましょう。ナルシスト夫との裁判ストーリーはまだまだ続きます。